最高のパフォーマンスを出し続けるために体調管理ってどうしてますか？もしかしたらあなたが常識だと思っているその方法、実は間違いかもしれません。今回は多くの人が信じがちな健康の常識を覆して、一流の人が実践している本当に効果的な体調管理術、そのポイントを3つに絞って解説していきます。今回お話しするのは、複数のビジネス書から最高のパフォーマンスを引き出すための実践的なステップを3つギュッと抽出したものです。忙しいあなたのためにたったの7分で要点だけを解説するんで、ぜひ最後までお付き合いください。では早速、1つ目の常識から見直していきましょうか。さて、まず1つ目に縁たい常識。それは、現代社会はストレスだらけで、どんどん危険になっている。こういう思い込みです。あなたもなんとなくそう感じていませんか？じゃあ本当にそうなのか？ここは一つデータをもとに客観的に見てみましょう。私たちの社会ってメディアが言うように本当に悪化の一部をたどっているんでしょうか？これ見てください。もしかしたらちょっと驚くかもしれませんよ。書籍、うつ病の常識は本当かによると、なんとですね、1960年代から70年代の人口あたりの殺人認知件数って今の2倍から3倍も高かったんです。それどころか2009年には殺人事件の認知件数って戦後最低を記録してるんですよ。自殺者数も実は同じようなことが言えるんです。増えているっていうニュースよく見かけますよね。でもこれ高齢化の影響をちゃんと補正したデータで見ると、実は80年代からほぼ横ばい、むしろ減少傾向にあるんです。これってつまり、私たちはメディアの報道によって実態以上に社会をネガティブに捉えちゃってる可能性があるってことなんですね。じゃあなんで私たちの感覚と実際のデータにこんなにズレがあるんでしょうか？その理由の一つをこの本はかなり鋭く指摘しています。それがメディアの特性なんですね。つまり、ジャーナリストとか評論家っていう人たちは、社会の問題点を指摘して、世間の注目を集めることで生計を立てている。まあ、それが仕事になっているっていう側面があるからだ、と。ここでの重要なポイントはこれです。客観的なデータを見れば、私たちの社会は思い込みとは真逆で、むしろより安全になっているということ。まずはこの事実をちゃんと認識することが、過剰なストレスから自分自身を守るための大事な第一歩になるんです。さて、社会への過剰な不安は一旦置いておいて、今度は私たち自身の体との向き合い方を見直してみましょう。というわけで、二つ目に打ち砕い常識。それは、体調が悪ければ、とりあえず薬を飲めばいいという考え方です。その一条があなたの寿命を縮めるというちょっとドキッとするタイトルの本があります。この本で薬剤師である著者は、薬は毒でもあるとはっきり警告しているんですね。どういうことかというと、どんな薬にも必ずプラスの作用と、そしてマイナスの作用、つまり副作用があるということです。この例がすごくわかりやすいと思います。例えば、抗アレルギー薬。これ、花粉症の人にとっては、症状を抑えてくれるありがたい薬ですよね。でも、その副作用の眠気。これは車を運転する人にとっては事故を引き起こしかねないまさに毒になり得るわけです。つまり、置かれた状況、文脈によって薬は毒に変わってしまうんです。で、さらにもっと重要なポイントがあります。それは、多くの薬ってあくまで症状を抑えているだけで根本的な原因を治しているわけじゃないってことなんです。例えば、糖尿病の薬を飲んで血糖値が下がると、ちょっと安心してしまいますよね。で、根本原因である食生活の改善をつい怠ってしまう。これじゃ本末転倒です。本当の意味で健康を取り戻すには、やっぱり生活習慣の改善が絶対に必要なんです。じゃあ、薬に頼らないで根本から体調を管理するにはどうすればいいのか。その答えは非常にシンプルで、この3つの原則に集約されます。規則正しい生活、バランスの取れた食生活、そして適度な運動。いやいや、当たり前だよって思うかもしれません。でも、これこそが目先のパフォーマンスのためじゃなくて、長期的に勝ち続けるための一流のビジネス戦略なんだということなんです。つまりですね、体調管理の主役はいざという時の薬じゃない、
あなた自身の日々の生活習慣なんです。さあ、そして最後の3つ目の誤解です。これは特に成果を求める意識の高いビジネスパーソンほど陥りがちな罠かもしれませんね。疲労は気合や根性で乗り越えるもんだ。この考え方についてです。まずこのデータから見ていただきたいんですが、書籍、その習慣を変えればうつは良くなるによると、日本人の平均睡眠時間っておよそ470分だそうです。フランスが530分、アメリカが518分、これと比べてももう際立って短いのがわかりますよね。私たちはそもそも構造的に休息が足りてないんです。この本、面白いのが、うつ状態を心の弱さとは捉えないんですね。そうじゃなくて、体がもう限界だと発している物理的な SOS サインだと再定義しているんです。もしあなたが今、どうもやる気が出ないなとか集中できないなと感じているとしたら、それは根性とか精神論の問題じゃなくて、あなたの体が必死に休ませてくれって叫んでいるサインなのかもしれません。これってあなたのビジネスパフォーマンスにもうダイレクトに影響しますよね。もし最近生産性が落ちてるなと感じたら、それは能力の問題じゃない。体が頼むから休んでくれと警告している、いわば体からの重要なフィードバックなんです。このサインを無視して働き続けたら、その先にあるのは深刻な燃え尽き、バーンアウトです。つまり、結論はこうです。休息は仕事からの逃避でもサボりでも断じてない。最高のパフォーマンスをしかも継続的に引き出すための最も重要な戦略的スキルなんです。しっかり休むこと。それこそがプロフェッショナルの仕事なんです。さて、ここまで3つの常識を追うてきました。この学びを踏まえて、じゃあ明日から何をすればいいのか。あなたがすぐに実践できる、たった一つの具体的なアクションを最後にご提案します。それは、今夜の睡眠時間をいつもよりたった15分だけ長く設定することです。そうです。たったの15分。いきなり完璧を目指さなくていいんです。このほんの小さな一歩が、休息を戦略的なスキルとして捉え直すための最も効果的なスタートになるはずです。このように、ここでは複数のビジネス書要約から、あなたの仕事の成果をブーストするための実践的な知識を抽出して、短時間でサクッと学べるように解説しています。これからもこういった本要約の解説を通じて価値ある情報をインプットし続けたいという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。